よ。はい、ババンババンバンバ、アビバビバビバババンババンバンバ、アビバノの。ババンババンバンバ、アビバビバビバババンババンバン、アビバノの。はい、藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのように、にゃんこに鰹節を用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そしてそのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今、私の左側にいるのが、白茶のゆりさん、白黒のくーたくん、グレーのぐーちゃん。画面に収まっておりませんが、チャトラのまさるくん、三毛猫のたまちゃんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活って、どんな感じなのかなっていうのを、ちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからチュールをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにチュールあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。はい。ぴょんさん、ふーじこちゃん、ライブ配信楽しみにしてたよ。ありがとうございます。ってなわけで、一日一個猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティースって言います。で、なんでジャスティースって言うかっていうと、後ろにいるイルミネーションでピッカピカ光っていて、うさ耳をつけていて、左腕が取れている黒い観音様がこの番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で乾杯のことをジャスティスって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。では、いきますよ。せーの。ジャスティス。誰もいない。はい。たけし、ジャスティス、ゆりたん、ジャスティス、たまちゃんが全然出てくる。寝てるね。寝てる。はい。はい、ゆりたん入りました。猫がいない猫番組でございますよ。今日も塩入りさゆ。さゆというかお湯かな。今日もね、午後からお客さんが来る予定だったので、ポットのお湯が冷めないようにと思ってお湯沸かして足してね、
ポットにいっぱいにしたのよね。その割には全然飲まなかったんだよね。なので結構あったかいまんま維持されてるので、今日は塩入りお湯っていう感じでございます。まどかさん、こんばんは、ボンソワ。アンケートが白紙みたいに見えます。あ、そうなんだね。こっからはね、いいえしか見えないの。こっからはいいえしか見えないのでね、なんか何にもしようがないんだよね、こっちからね。まどかさん、お久しぶりんこ。ピヨンさん、ジャスティスの乾杯なのだ。バガボン、パパ。てんたまさん、今夜もジャスティス。藤子さん、皆様、こんばんは。ボンソワ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。クータがな、後ろに立つとさ、まるで私に尻尾が生えたみたいじゃんか。で、また顔ちょっとだけだ。なんでなんだい？クータな、可愛いからまあいいけどさ、そこにいてくれる。あ、嫌なのね。私が触ると嫌なのね。納得いかないのね。可愛いな、ぐーちゃんも出てきたな。お水飲んでたのかな。今日は最後の鰹節だったな。そういえば、鰹節出すときにさ、静電気でくっついちゃってさ、なかなか出てこなくてね。参ったよって感じでございましたよ。静電気の季節になってまいりましたな。昨日だかなんかだったかな、そういえば、電車でさ、エレベーターに乗るときにね、ボタンを押そうと思ったら静電気でバチッつってさ、あれって何？私が悪いの？乾燥してるから、バチってなるの？それともなんか静電気だからしょうがないの？どうなの？なんか防ぎようがあるのかしらね。静電気ババアなんだけど、なんか対処法あるのかしらね。乾燥してなければ大丈夫ってことなのかな？もっと潤ってれば、バチッとはならないっていう感じなのかしらね。今日は火曜日なので、農協に行きました。で、今日はちょっとね、遅くなっちゃったっていうのかな。なんかいつも9時過ぎぐらい、9時からっぽいからと思ってね、9時過ぎぐらいに行くんだけど、なんか今日9時半ぐらいになっちゃったかなって感じでさ、なんかちょっと遅くなっちゃったかななんて思いながらさ、農協行ったんだよね。そしたらなんかね、1個空の箱があって、そこになんとか柿って書かれててね、ああ、じゃあ柿も売り切れちゃったんか、なんて風に思ったんだよね。で、みかんがね、150円で売ってたわけよ。で、150円ならまあいいかと思ってさ、じゃあこのみかん買うかと思って、50円玉はないんでね、100円玉が3枚ぐらいだったっけ？ 2 枚か。2枚あったんだよね。なので、2つは買えないんで、なんかを1個買うか、みたいな感じで。で、まあ、みかんかな。なんか、でっかいね、そういえば、すっげえでっかい大根があったんだよ。すっげえでっかい大根が200円だったから、まあ、安いのかなと思いつつ、みかんと大根は買えなかったわけよね。200円しかなかったんでね。なので、どっちかって言ったら、今日はみかんの気分というか、大根はなんかお得なのか、なんかちょっとわかんないみたいな感じがして。で、みかんだったらまあいいかと思ってみかん買おうとしたんだけど、50円がないんでさ、その農協の中に行ってね、みかん欲しいんですけど、つってさ、まあ両替というか、お釣りもらうためにさ、行ったらさ、なんか柿準備してるとこだったんだよね。で、柿準備中かと思ってね。200円だったら今200円あるから、柿にしてもらおうかどうしようかなんて思いつつね。でもまだなんか売るのかどうなのかわかんなかったんで、みかん欲しいんですけど、つってな。で、50円お釣りもらって、みかん買って帰ったんだけど、あれさっき柿用意してたもんな。あれ並べんのかなと思ってさ、これから並べるとこだったんかなと思ってね。だからちょっと時間置いて、ちょっと時間置いてからな、もう一回ちょっと昼頃、柿買いに行こうかしらなんて思ってさ。
で、その間に買い物そうそう、こんにゃく買ったんだ。こんにゃく買ったんだ、今日はな。この前、おっきいね、こんにゃくが、白滝ね。白滝がさ、88円だったかな。ただ税込みで95円になって、ああだこうだ言ってたやつね。まだ売ってっかなと思ってね、行ったらね、売ってたんだよね。売ってたから、これは買いだと思って、だけど重いしさ、と思ってね。だから両手で持てるだけ、2袋ね、買ったんだよね。それで、お釣りもらったんで、細かくしたんでな。100円玉がちょっと増えたわけよね。で、200円あったのかな。で、200円あるから書き換えるなと思ってさ、で、柿ね、売ってっかなと思って行ったらさ、なかったんだよね。あれないと思ってさ、あれもう売り切れたのか、それとも今日じゃなくてね、なんか明日以降のね、準備だったのかな、何なのかなっていう感じでさ、全然なかったんだよ。なかったんだけど、遠目に見ると赤いものがあるからさ、最初は、1個だけ残ってるかなと思って行ったんだけどさ、全然違くてさ、赤ピーマンだったわけよね。で、あれさっき来た時全然赤ピーマンなんかなかったけどと思ってさ、品揃え変わってんだよ、全然。あれと思って。そんな農協って品揃え変わるもんだったんだと思って、2回も行ったの初めてかなっていう感じなんでさ。でね、大根、さっきはさ、すっげえでっかい大根が、1本200円で売られてたんだけど、今度はそれをさ、なんだ、4分の1ぐらいかな、3分の1ぐらいかな、にね、切ったような感じの大根が、ラップにくるまれて50円って、50円で売られてたんで、で、さっきお釣りもらったから50円ならあるよと思ってさ、じゃあ、それで、これ買えばいいかと思ってさ、最近大根ね、スーパーでもさ、そんくらいの大きさ、なんか130いくらとかさ、199円とかでさ、なんか売ってたりとかするから、それと比べたら50円だったら、これはお買い得よねと思ったんでさ、それ買って、だから今日は農協に2回も行ってさ、なんかで、みかん買って、大根買ってきましたみたいな感じ。で、明日はね、なんか農協の、なんだろうな、野菜祭りっつうのかな、なんかやるみたいなんで、多分ね、またそのでっかい大根とか、でっかい白菜とか、なんか売ってんじゃないかなと思ってね。明日はちょっと野菜を大量に買って、ね、野菜祭りっていうのかな。なんかね、昨日寝る前にさ、くーちゃんちゃんとお尻、あー全部出た。全部外に出た。昨日トイレ洗ったばっかりなのにな。昨日トイレ全部さ、全部洗ったのよ。砂も取っ替えてさ。なのに、台無しだ。台無しだ。全部やられちゃったな。また洗って取り替えなきゃなんないじゃんかっていう感じな。残念。寝る前に大惨事でございました。白紙みたい。皆様こんばんは。ピヨンさん、静電気は、金属のところを触りながら料理するといいよ。そうなんだ。じゃあ、金属のものを握ってればいいの？じゃあ、鍵を握ってればいいのかな？てんたまさん。先日、渋柿100個もらいましたを干し柿にするんかい？まどかさん、みなこん、今日はストリートピアノを弾くために立川に行きました。大きなビルがたくさん建っていて、発展しまくりの街でした。そうなんだね。確かにそういえばあれだ。モノレールに乗った時な、立川の駅2つぐらいあったもんね。なんかちょっとの距離でな。駅が
や、立川で2つもあるよと思ったから、ね、でかい町だよな。ピヨンさん、まどかさん、かっこよろしいな。てたまさん、まどかさん、ストリートピアノ演奏できるっていけてますね。まどかさん、演奏はちょっとダメでした。てたまさん、フリーズ。フリーズしてしまったな。もうお願いだからお尻の穴をトイレの中にって念じてたんだけど、全くもって逆の動きでしたね。まどかさん、険しいお顔に。もう臭いよ。てたまさん、気にされずお掃除を。はい。もうね、大惨事なんで、大掃除になるんで、後にしますっていうね、感じですよ。くっさいな。で、何の話してた農協の話か。農協のお買い物の話したんだっけか。で、今日はそうだね。で、お客さん来てる間は、カレンダーな。卓上カレンダー卓上カレンダーが欲しいっていう話で、で、アンケートのね、結果を見たらさ、卓上も欲しいっていう人も同じぐらいなんかいるみたいだったから、じゃあ卓上も作っといた方がいいかと思ってさ、卓上のさ、デザインをさ、始めたんだけど、まあ、これがな、これで今日一日終わったよって感じだったんだけど、さっきまでやってたよみたいな感じでさ、ね、で、最初キャンバで壁掛けのさ、カレンダーをさ、デザインして、で、これね、プリントするみたいなね、カレンダーにプリントするみたいな、機能があって、で、それで見ると、なんか何部だといくら、何部だといくらって感じでね、一番高いので、一部だけ作った場合2700円って感じだったんでね。まあ、これ以上はしないでね、それ以上作った場合は、作れるんだなっていう感じで、でね、欲しい人っていう風に募ったんだけど、同じデザインで、卓上が欲しいって言われて、でね、卓上カレンダーをデザインすればね、同じようにできんだろうと思ったんだけどさ、で、始めたわけよね。ところがさ、そのカレンダーに印刷するっていう機能が出てこないわけよね。なんか知んないけど。いくらいろいろとね、試行錯誤したところで全然出てこないわけよ。で、なんか YouTube とかさ、調べたりとかしたんだよね。キャンバで、デザインした卓上カレンダーを印刷するとかさ、なんかいろいろ検索してみたんだけど、なんかね、求める答えが出てこなかったわけよね。じゃあ、これダメだと思って、あれか、もしかして卓上カレンダーは作れないんだなっていうね、結論になって、じゃあ他のところで卓上カレンダー作るかと思ってさ、で、検索して、でね、いざデザインして、で、プリントをしようかなっていうふうに思ったんだけど、なんかね、ただ紙をプリントするだけっぽいんだよね。で、ホルダー付きみたいのがあって、じゃあ、そのホルダー付きにすれば、なんとかね、形にはなるかと思って、ホルダー付きにしようと思ったんだけど、なんかね、1個しかついてこないみたいなんだよ。なんか何部作ってもホルダーは1個しかなんか付けらんないみたいで、これはダメだ。これはダメだと思ってさ、じゃあまた他のところだっていうのでね、結局富士フィルムかなんかのね、ところで、写真カレンダーみたいな機能でね、作ろうと思って、まあね、結局のところその、壁掛けのカレンダーも卓上カレンダーも同じ値段、ほぼ同じような値段でね、制作することになったんで、まあ、同じ金額だなっていう感じなんだけどさ。でね、それが、えそれはまあ、あれか、でもそう、だからね、仕上がりがね、わかんないんだよね。ちゃんと卓上のカレンダーに仕上げてくれんのか、それもやっぱりね、
紙だけのプリントなのか、なんかそれがね、わかんないんだよね。仕上がりのイメージだと、なんかホルダーに入ってるっぽいような感じにはなってんだけど、そのプレビューとかさ、なんかね、使用確認みたいなところにさ、それについての情報が全くないんだよね。だからこれどうなんだろう。ちゃんとちゃんと卓上カレンダーとして認められるような形で仕上がってくれるといいなっていうのでね。で、せっかくもうそんだけさ、3社もね、変えて作ったもんでさ、ね、じゃあもう写真違うの、だから同じデザインでって言われたけど、せっかくフニータの可愛い写真はいっぱいあるからさ、他にもね、公開してない写真もいっぱいあるんでね、それらのものを使って、卓上は卓上でまた違う写真でね、作ってっていう感じで、今日は卓上カレンダーに翻弄された一日でございましたっていうね、本日のご報告でございますよ。はい。ストリートピアノね、弾けるといいよな。で、あとは食べ物は、そう、柿なかったから、1個だけちっこいの残ってたんだけど、今日最後の柿を食べましたっていう感じかな。あとは昨日作ったバナナの、食パンを食べました。で、さっきさ、お腹が空いて仕方がなかったんでね、豆腐あるから、豆腐食べっかと思ってさ。でね、豆腐にゆかりかけたらうまいかなと思ってさ、豆腐にゆかりかけて食べてみたんだけど、これ混ぜてね、全部混ぜてね、混ぜ混ぜしたらうまいかもと思って混ぜ混ぜして食べたら、美味しかった。なんか最近ゆかりにはまっちゃってんなって感じでね、ゆかりをちょっと備蓄に買い足さなきゃダメかもみたいなね、状態になってっかな。そうで今日さ、お客さん来る前にね、焦ってんのにさ、焦ってるっていうか、早めに来られるとちょっと困るなっていうの、こっちの準備がまだね、完璧に終わってないんで、ちょっと早めに来られると困るなっていうので、なんかね、時間内には準備は終わりそうなんだけど、早めに来られるとちょっと間に合わねえなみたいな時に、ピンポンって来たんだよ。で、あまりにも早いなと思って、で、10分以上早い場合には断ろうと思ったんだけど、10分以上早いので来たからさ、おーと思ってさ、それにフォーカスしてるから現実化してしまったなんていうふうに思って、で、出たらね、荷物が届いたんだよね。ベッドテント注文してたベッドテントがさ、明日届く予定だったのにさ、今日届いたんだよね。で、しかもさ、ヤフオクかなんかでさ、買った1キロ1キロがさ、届いて、なんか2つ届いたんだよね。でさ、両方ともさ、すげえでかい箱で届いたわけよ。なんか何事っていう感じで。なんか家具でも買いましたかみたいな勢いのさ、2箱ね。2つですとか言われて、これ運ぶの今からみたいなね、感じのが届いてさ、なんだよみたいな。お客さんじゃなくてよかったけどさ、これうちん中に運ぶのだけでまた一仕事増えたやんかみたいな感じでさ、なんか信じらんない大きさで来たわけよね。んで、なんでこんな大きい箱で来んだと思ったんだけどさ、ベッドテントの方はさ、全然ちっちゃい箱なんだけど、ちゃんと箱に入ってんのにさ、なんかそれで運んでくればいいのにさ、それを入れるための箱がわざわざね、でっかい箱で、緩衝材とか入れてないんでさ、中もさ、ガタガタ、もうね、揺れる状態で、で、そのちっちゃい箱自体はそこそこさ、重さがあるんだよね。骨組みとか入ってっから。それなのにでっかい箱の中でガタガタ言うからさ、
なんかすごい運びづらくて、で、綿の方もさ、なんかすげえでかい箱で来るからさ、これどういうこと？と思って。なんでこんなでかいんだと思ったんだけどさ、それが私ほら、綿買う時ってさ、ギュってした状態のさ、棒の状態っていうの、細長い袋の中に、ぎゅうぎゅうに詰められた綿が、こんくらいの大きさで500グラムだったかな。で、まあ、1キロなんでね、それが2つっていう感じでいたのにさ、もうそん中から全部出してボワーンってなった状態っていうの？それが1キロの状態で届いたのよね。で、そっかってことはこれさ、うちで保管する時、この状態で今後ずっとうちにいるわけか、これと思って、みたいなね、感じで。で、早速届いたでっかい箱な。開けた瞬間猫入るよ。開けた瞬間に猫入るからさ、もうさ、どかせらんなくて、で、そろそろ誰もいなくなったかな、どかそうかなと思ってやっぱり誰か入ってんだよね。常に誰か入ってんだよ。どかせらんねえみたいな感じでね、もうさっきまでずーっとあったんだけど、ライブ前にちょっと片付けましたみたいな感じで、ここにあんだけどね、状態でした。ピヨンさん、カレンダーいいね。壁にあるとなんか安心するわね。そうだね。てんたまさん、カレンダーは何部制作されるのですか？一応ね、なんかもう4部ぐらいあれば良さそうだなと思ったんで、どっちも4部ずつっていうの？壁掛け4つ、卓上4つで一応注文してみたみたいな、状態でございます。合計8個っていうのかな。まどかさん、発注してから費用が発生するんですか？そうならリスクはないから良いですよね。発注してから費用が発生。リスクはないから良いですよね。カニタさん、ミナコン、ジャスティス、ありがとうございます。テンタバさん、カニタンさん、こんばんは。マドカさん、コンコン。ピョンさん、グッドイブニング、エブリバディ。カニタンさん、こんばんは。ピョンさん、過剰放送ね。ね。テンタバさん、たまに意味がないくらい大きい箱で送ってきますよね。そうなんだよ。だから天城風がね、前に届いた時もやっぱり同じような状態でさ、アマゾンだと多分この段ボールしかないんだろうなっていうふうにそれでさ、認識したんで、アマゾンだからしょうがないかって思うんだけど、今日のアマゾンじゃなくてさ、ヤマトだからさ、ヤマトだから、何事と思ったらそんな状態だったよね。てんたまさん、4部はレアアイテムですね。ねえ、レアアイテムだといいけど、どうだろう、余っちゃったらどうしようかみたいなね。そんな感じで、あとは、そんな感じか今日の話はそんな感じか壁にあると安心するってことは、カレンダーないお家なのかなビオンさんは。カレンダーみんなないのか？私だけかカレンダー使ってんのって。みんな手帳使ってんのか？私手帳使ってねえからな。手帳ないからさ、カレンダーさえあればなんとかなるっていう感じなんでね。だからカレンダーないとちょっと困るみたいな感じなんで、常にカレンダーは、壁にかけてんだけどな。手帳は使っておりませんっていう感じね。ピョンさん、アマゾンは南米、ヤマトは国内？ピヨンさん、はい、壁には何もありません。へえ、そうなんだ。カレンダー使ってないんだね。みんなカレンダー使ってねえのか。私だけがカレンダー使ってるのかな。まどかさん、グッズ制作で受注作成みたいなサービスも見たので、それだと無駄がなくていいよね。
無駄なくていいんだけどさ、それだと全然注文入らない。入らないからな。カニタンさん、カレンダーも使ってますかな？米粉パン焼けたところそうなんだね。米粉全部使っちまったかな。米粉買ってこないとって感じだな。そう、今日は杉友の日だからね。本当は杉薬局行って、米粉ないから米粉買いたいところだったんだけど、今日はちょっと杉薬局に行ってる時間の余裕がなかったので、行かなかったなっていう感じだな。本日もタロットカードタイムでございますので、78枚の中からストップありがとうございます。では、まどかさんからストップの掛け声いただきましたので、ここから6枚置きまして、7枚目のカード、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。では、いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6。で、7枚目のカード、本日はこちらでございます。せーの。じゃじゃん。お、月だ。お尻か。クータどうなってんのかと思った。これ、どこの柄だと思ったんだけど。お尻だな。背中、お尻っていう感じだったな。ね、月がね、昨日満月で、今日なんか1日欠けてる感じなだけでさ、なんかすげえ欠けてんなと思ったんだよね。さっきさ、ヤフーフリマっつうので、なんかちょっと売れたんでさ、それの発送にね、コンビニに行ったんだけど、外でね、月見たらさ、なんかもうちょっと欠けてんのな、みたいな感じ。一日でずいぶん欠けるもんだな、なんて思ったんだけど、なんかそんな感じの月に思えた。カップの8ですかね、これね。またひっくり返ってんな。カップの中身が出ちゃうカードばっかりよく出ますね。背を向けて、もうね、新しいところに行くよっていう感じだね。やっぱりなんかそういう感じなんか価値観が変わるとかさ、なんかそんなメッセージが多い気がするよね。カップ、8かな。カップ8であってそうだな。はい。絵柄の意味、世界観。真っ赤な服を着た人が積み上げられた8つのカップから立ち去っていきます。大切にしていたものを手放し、次の目的地へ向かう意図が固まったのでしょう。これまでの価値観が変化していることをあなたも少しずつ実感しているはず。あなたは何を手放し、どこへ向かって進みますか？テーマ、去っていく心。カップの8。数字の8は拡大や力、見えるものの、物質界と見えないもののバランスを、表します。これまで積み重ねてきた力や実績などから心が離れていくことを意味します。積み重なった8つのカップ。カップは感情や心、愛の象徴です。しっかりと積み上げられていることから、これまで積み重ねてきた大切なものと解釈できます。カップから立ち去る人、これまで大切にしてきたものを手放すことを意味しています。価値観が変わると捉えることもできます。赤い服、赤は意志を表す能動的な色です。カードに書かれている人物は自分の意思でカップから立ち去っていると解釈できます。山、登山は険しく、心身を鍛える自分との戦いと捉えられることから、修行や目的地を象徴します。揺れ動く心を示す女性性の象徴月。満月と三日月が一つになっており、
月の姿が変化する性質を表しています。心境の変化と解釈できます。物語、カップは水のエレメント、感情や愛の象徴。私たちは毎日様々な感情を抱きます。時には不安や悲しみに飲み込まれ落ち込んでしまうこともあるかもしれません。しかしワクワクするような出来事や大好きな人たちと過ごす時間は不安や悲しみを打ち消すほどの彩りを心に与えているのではないでしょうか。カップは私たちの大切な感情を受け取ってくれる器のような存在です。数字の8は物質界とスピリチュアル界のバランスを示します。私たちの意志を超えた領域も司ることから、8はとても大きいパワーを持っている数字、また8を横向きにすると無限大を表す記号になるため、拡大や広がりという意味を併せ持つことも、8の特徴です。今まで積み重ねてきた力を手放し、新しい目的地へ歩き出すカード、価値観が変化すること、これまで目に入らなかったような世界が見えてくること、心が離れていく対象がある一方で、あなたの視点が広がる可能性があることを教えてくれています。なるほど。逆位置だな。逆位置全体。あなたが諦めかけていた物事に挽回のチャンスが訪れる可能性があります。あなたは努力をしてもなかなか結果が出ない何かを諦めかけていたのかもしれません。はい。しかし、ようやく明るい兆しが見えてきます。努力を続けてきた自分を信じて、現在の道を進んでいきましょう。はい。えーっと、恋愛、仕事、人間関係読むか、人間関係において逆位置で出たら、あなたの喜びや幸せが拡大していくような関係を周囲の人々と築いていけるでしょう。社会的な付き合いに興味を抱きやすい時期なので、あなたはたくさんの人々と楽しく交流できるはず。周りとの交流を通じて、新たな関心が出てくる可能性もあります。心のアンテナを広げながら、多くの人々と対話を楽しんでくださいね。はい。ウェイトの解釈。幸福や仕事、事業など、これまで取り組んできたものがカップには入っていると解釈しています。カップは私たちにとって大切な感情を象徴します。8つの積み上げられたカップは大切なものを少しずつ積み重ねてきたということ。相応の情熱や時間をかけて大切なものと向き合ってきたのでしょう。しかし、人物は8つのカップから背を向けて去っていく。人物が意志を表す赤い服を着ていることから、自分の意志で積み上げてきた大切なものを置き去りにしていると解釈できます。また、杖をつき、背中を丸めて意気消沈している姿にも注目。カップに対する失望や諦め、挫折などの感情を、人物が抱いていることも伺える。私たちの感情は常に一定ではありません。成長や周囲の環境によってゆらゆらと変化していきます。たとえ今まで大切にしてきたものであっても、心境の変化によって手放すことも十分に考えられるでしょう。過去に積み重ねてきたものを手放し、新しい目的地へ向かう選択も時には必要なのだとカップ8は示しているのです。ってなわけで、本日のタロットカードの意味調べるの会は、なんだって、新しいところ、今まで積み上げてきたものが逆位置なので、花開くみたいな、そんなこと言ってた？違う？勝手な解釈かな。楽しんでいただけてたら幸いでございます。ね、フニータもね、YouTube もね、花開いてくれるといいけどね、みたいな。もうなんせ綿がさ、
すげえ大量に布団みたいな感じで布団みたいな感じで届いたんでね、羽毛布団みたいな感じで届いたんで、これなんとかな、まあ、フニータのキットかな、バカ売れしてくれるとかしてくれると、ありがたいなっていう感じでございますよ。はい。終わりでございます。どうしましょうかね。どうしましょうかね。今日はさっきカラカラさんと動画見たかな。カラカラさんの動画見て、昼間に一本見たかな。なんか餃子作ってたんだよね。餃子作ってたんでさ、あれ餃子と思って、皮ね、なんだ、炭水化物じゃんと思ったんだよね。だからどうやって作ってんのかなと思って、で、見たんだよ。で、最初にね、なんか大豆の粉を、楽天かなで買いましたとか言ってさ、大豆の粉ってきな粉のことだよね。きな粉だよね、みたいな感じでね、みんな同じようなツッコミ入れてたんだけど、で、それの他にね、なんかグルテンっていうのが売ってるらしいんだよね。で、グルテンを買いました、みたいな感じでさ、なんかグルテン入れるわけよ。だってグルテンは炭水化物。グルテンはダメじゃん、みたいのでさ、なんかね、その大豆の粉にそのグルテンを混ぜて作ってたんだよね。すげえ不思議と思ってさ。炭水化物の塊じゃん、それ。みたいな感じでね。なんか水で混ぜてこねてたんだっけどうだったっけ何入れたんだっけ水入れたっけ水じゃなかったっけ水だったっけあの人なかなか水ちゃんと入れないからさ、ね、水入れたんだっけどうだっけと思ったんだけど、とにかくさ、混ぜるときに、ちゃんと手袋してんだよね。手袋してる手袋してるよみたいな感じでさ、やっぱり同じね、ツッコミが入るわけよね。ああ、みんなそう思うんだ、やっぱり、みたいな感じでさ。で、手袋を使ってね、こねて、でね、綿棒で伸ばすんだけどさ、すげえでかくなるんでさ、もうなんだ、でかい餃子でも作る気かと思ったんだけど、ただサムネにちゃんとね、餃子の大きさのものがさ、出来上がってるからさ、なんだろうな、なんて風に思ったんだよね。こっからちっちゃくするのかなと思ったらさ、やっぱりなんかね、切って、でね、なんか餃子の皮いっぱいできたとか言ってさ、なんかワンタンの皮みたいな、餃子の皮っつうか、丸くね、生地あって、で、綿棒でさ、こう広げた割には結局出来上がるのは四角いな、皮っていうところがさ、なんでそうなんだろうみたいな感じなんだけど。で、まあ、具をね、なんだっけ、セロリとベーコンだったっけを、なんかね、フードプロセッサーで細かくしてな、ちゃんと料理してんだよね。ちゃんと料理してんだけどさ、畳なんだよな。まな板は畳なんだよな、みたいなね。もうそこまでやるのに、どうして畳なのみたいなね、感じなんだよね。で、なんか見た目的にはちゃんと餃子っぽいのが仕上がったんだよね。なんか餃子っぽいのできたなと思うんだけど、ただもうタレだよな。タレがさ、もうね、あの、一味、ラー油ラー油と一味のタレにつけて、それはうまいのかな、何なのかなみたいなね、感じだよな。そんなの昼間は一本見たかなっていう感じ。で、さっきはね、なんだったっけ。さっき何見てたんだっけ。シチューかな。シチューじゃないよ。なんかスープなんか野菜スープかなんか、作ってるみたいな感じだったんだよね。で、それがね、カラカラさんの動画短いかなと思ってさ、このライブ前に時間ないからさ、なんか寝たと思ってさ、YouTube の動画探すんだけど、みんな長いからさ、今さ、YouTube 動画。だから短い動画見当たんないわけよね。
で、カラカラさんだったら短いかと思ってさ、見始めたんだけど、結構長かったんだよ。意外と長かったんだよね。あれ、今日長いなみたいな感じで。で、やっぱりセロリと、ベーコン刻んだのかな。だからそれがね、なんか初期の頃の動画だったのかわかんないけどさ、まな板があるんだよ。まな板あったんだよね。で、ツッコミがさ、まな板の上にまな板置くなっつってさ、あ、そっか、ゴザがまな板だからね。ゴザの上にまな板置いてるから、まな板の上にまな板置くなっていうね、ツッコミだったんだなって思ってさ、もうツッコミの人も面白いよなって思いながらね、コメント面白いよな。で、見てて、で、セロリ刻んで、で、ベーコンね、ベーコンもさ、いつもさ、袋のまんまカットしてんのにさ、袋から出すんだよね。で、あ、出した出すのかっていうね、衝撃のツッコミがたくさん出てくるんで、ああ、みんな同じこと考えるんだな、やっぱりな、なんて思って。で、ちゃんと袋から出してね、まな板の上でさ、切ってんだよね、細かくね。でさ、水入れますみたいな感じでさ、水を入れた鍋が登場するんだけど、その鍋がまた汚ねえのな。どうしたらそんな汚ねえの探してこれんのかなっていうぐらいな、すげえ汚い鍋が登場してびっくりすんだけどさ。で、その鍋でね、また汚い炊飯器にさ、水入れてね、煮込むわけよね。で、いつもだったらさ、その煮込んでる間、なんだっけ、アル中じゃなくて、ハイボールか。ハイボール飲んで待ちましょっか、みたいな感じなんだけどさ、ハイボールじゃないんだよ。なんか知んないけど、玉ねぎ出てきたんだよね。で、あ、ハイボールじゃないっていうね、ツッコミがやっぱり出てきて、みんなそうなんだなと思ってさ。でね、玉ねぎ出てきて、どうすんのかなと思ったらさ、玉ねぎ刻んでみましょうかみたいな感じでさ、待ってる間、おどうしたみたいな感じで。で、まな板の上で、玉ねぎ刻み始めたのね。で、まあ、刻んだなっていう感じで、まあいいかって感じなんで。で、刻めたっていうので、また今度はさ、なんか容器をね、持ってきて、そこの中に刻んだ玉ねぎを入れようとするわけよね。てか入れたのかな入れたんだけど、結局ね、玉ねぎがさ、ゴザの上っていうのにさ、散らかってるわけよね。散らかってるんだけどさ、それをさ、こう、かき集めて、そのさ、玉ねぎ集めた皿の中にさ、入れていくわけよね。あ、汚ね。汚ねえなっていうのでね、もうそこでまたね、ツッコミがいっぱい流れてきてさ、っていうのでね、結局汚ねえのなみたいので。で、その後、なんか炒め出したのかな、その玉ねぎをね。なんか炒め出したななんて風に思ったんだけど、なんかね、そこに水の代わりに焼酎入れ始めんだよね。みたいな感じで。で、案の定火がついてな、フランベ。フランベになってな、もうほんとよく火事起こらないっていうか、ま、何度か起こしてるみたいだけどさ、起こらねえよなと思ってね、不思議になりながら見てんだけどさ。で、それがさ、飴色に炒まったわけよね、玉ねぎがね。炒めたな、どうすんだと思ったらさ、そのね、最初に作ったセロリのスープの中にね、入れますみたいな感じでさ、入れるわけよ。で、なんでなんか無駄に丁寧だなみたいなね、今の工程、なんか必要あったかなみたいな感じで、無駄に丁寧に作ってるわけよね。で、丁寧に作ってて、でね、そこまでは良かったのかな。だけど、そのスープにまたさらにさ、
味付けでね、コンソメを入れんだよね。だからその前におばあちゃんの味でさ、味の素大量に入れてるっつうのにさ、てかほぼベーコンのスープなのにさ、そこに味の素大量に入れてるわけよね。もうそれだけでもどうかしてるぜって感じなのにさ、そこにさ、コンソメ入れようとしてるわけよね。で、コンソメもさ、まあ1個だったらまだしも4個ええみたいなさ、そこにそんな入れるっていう感じでさ、なんか4個も投入して、みたいな感じでね。で、その後にね、ハイボールでさ、時間潰し始めるわけよ。で、ああ、そっかと思ったんだけど。んでね、なんかできたかもみたいな感じでさ、その炊飯器を開けたらさ、なんかシチューになってんだよね。みたいな。あれ何作ってたんだっけって私も思ってさ、あれなんかスープ作ってたんじゃなかったんだっけ違ったんだっけなんてさ、思ったんだよね。なんか違う動画見てたんだっけと思ったんだけどさ、そうじゃなくてやっぱりみんな、その開けた瞬間、中身が赤いんで衝撃で何が起きたっていうね、コメントが流れてくるんでさ、私の反応で合ってたのか。何作ってたんだ。なんでそうなったみたいな感じでね、なんか赤いシチューが出来上がってるわけよね。すげえ謎と思って。なんで赤くなったなんでこんな赤くなったんだろうっていうのが、まあ不思議でさ、どうしてこんなにね、ただなんか汚い料理作ってるだけでね、ツッコミどころ満載のさ面白い動画が出来上がんだろうっていうのが、まあ、不思議でしょうがなかったね。どこだったっけ？ストップ。てんたまさん、超巨大フニータ、待ったなし、そっか。綿使ってね。そうそう。でさ、YouTube で働いてるとかっていう人がうちに来たことがあってさ、でね、フニータを流行らすには、どうしたらいいって相談をしたんだよね。そしたらその超巨大フニータね、に、私が寝てるっていう私が寝てるっていうね、動画を作ればいいなんて風に言われて、うわ、それ作るの、どこに置くのみたいな話になって、結局やんなかったけど、みたいなね。そう、そんな話もあったよ、そういえばっていうね、感じ。ピヨンさん、グルテンって強力粉まあ、グルテンっていうのは小麦粉全般に入ってんだよね。で、まあ、薄力粉の方がグルテンの量が少ないんで、薄力粉でな。で、グルテンの量が多いから、強力粉は強力粉って言うんだよな。まどかさん。カラカラさんはお元気ですかどうなんだろうね。まどかさん、消息不明なのかなそうらしいよな。てんたまさん、カラカラさんは、ここしばらくは消息不明ですね、らしいよね。どんくらいなんだ ?2、3年ぐらいなのかな。てんたまさん、アルチュースパイス。ガニタンさん、ニコニコ動画で不在ですかてんたまさん、ビンゴとドバーソースを使い切りな。ラー油も七味も全部な、使い切りなのな。てんたまさん、ニコ動にも上がってませんね。そうだろうね。カニタンさん、とうとう大病かなピョンさん、セロリとベーコン、芸人さんの名前みたい。なるほどね。そんな芸人いても良さそうな感じだな。てんたまさん、いつ取り返しがつかないくらいの体の壊し方してもおかしくなかったですからね。ていうかほら、そもそも体が壊れてるから、あれだろ炭水化物が食べれない体なわけだろそれであの生活だもんな。カニタンさん、カラカラさん見ると、必ず汚ねえと
叫んでしまうよな。もうほんとね、もういつも見てるのに見慣れない汚さよね、あれね。まあ、どかさん、そうなんですね。てんたまさん、カラカラさんの自宅は特定されているのですが、障子が全部破れてる。もうどうしてそうなんのかな。てんたまさん、布団台の綿があれば作れますね。カラカラ御殿布団の上で作ってんでしょ、あれね。布団の上で作ってるっていうか、布団の上になぜか段ボール箱の底が、あれ、トレーっていうのお盆っていうのなんかトレーだかお盆代わりになってな、登場するよな。で、必ずキーボードが置いてあるのはなんでなんだろう。ご座の上にも、布団の上にもキーボードが置いてあるのが何なんだろうなっていうのがね、謎なんだよねってなわけで、本日も武田ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらい毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。で、私の人生の目的は、私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録とグッドボタンを押して、スパチャを投げといていただけると、私が笑顔になりますので、よろしくお願いいたします。あと、ご無理でなければ、お友達へのシェアもよろしくお願いいたします。猫の姿が物足りなかったよって方は、このチャンネルには猫の動画がいっぱいありますので、そちらを全部見といていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。てなわけで本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい、いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。